皆さんこんにちは。竹林です。今日も一緒に行動経済学の勉強をしていきましょう。さて、前回はナッジはどういうものなのかのお話をいたしました。ナッジ、改めてお話ししますと、選択を禁止することもなく、経済的なインセンティブを大きく変えることもなく、行動を予測可能な形で変える選択的設計のあらゆる要素です。予測可能になった背景といたしまして、科学の力によって人間の心理の傾向、バイアスが予測できるようになったということが大きいです。具体的には、この状況でこの刺激が加わると人間はこういうふうな反応をするということが予測できるのです。例を挙げてみましょう。保健所の玄関に消毒液を置いてみましたが、多くの人がなかなか使いませんでした。ここで消毒液を使ってくださいと一人一人に対しまして説得するというのはなかなか現実的ではないです。人によってはトラブルに発展するかもしれません。かといって消毒液を使った人に対しましてインセンティブ、ご褒美をあげるというのはもっと現実的ではないかもしれないですね。なぜなら保健所に用もない人が押し寄せるというふうな望ましくない行動を引きつけてしまう可能性があるからです。そこで青森県の保健所ではナッジを使って消毒液の利用促進を図ってみました。まずは消毒液に向けて矢印を書いてみました。その結果、消毒液消費量が 1.6 倍に増えました。次に消毒液の消費量を測っていますよと張り紙をしてみました。人間見られてると思うと正しい行動をしたくなるものです。結果、1.7 倍に増えました。そして次の週、その消費量を発表しました。消費量が 1.9 倍に増えました。このように相手に対しまして説得をすることもなく、あるいはインセンティブを使ったり、ましてや強制することもなく、消毒液の利用量が 1.9 倍に増えた。これがナッジのイメージです。今日のお話はここまでにいたします。最後まで聞いてください。本当にありがとうございました。